休みの日にお弁当用の冷凍ストックを作ります。娘が苦手な長ネギ。これはパパさんのお弁当用。長ネギに豚バラスライスをくるくる巻きつけて、一口大に切ったら、塩コショウと片栗粉をまぶして冷凍します。残りの豚バラ肉に塩コショウと毎日使い切れない庭の大葉、豚肉の上に並べたら、くるくる巻きます。食べやすい大きさに切って、薄力粉をまぶしたら、冷凍します。娘が好きなエビフライも作っておこう。エビは殻を剥き、塩、酒、片栗粉で揉んでから水洗いします。背わたを取り、腹側に数箇所切り込みを入れてまっすぐにしたら、塩コショウと薄力粉をまぶして、こちらの地域はまだ卵不足気味なので、天ぷら粉を同量の水で溶きます。エビをくぐらせ、パン粉をつけて、冷凍します。鮭に塩を振って5分くらい置きます。鮭洗いして水気を拭き取り、骨を取り除いたら、食べやすい大きさに切って、フリーザーバッグに入れて、ポン酢を大さじ2、酒とみりんを大さじ1ずつ混ぜます。きのこも加えて、冷凍します。夕飯用にもお肉に下味をつけて、いろいろ冷凍しておきました。この日はパパさんのお弁当だけなので、長ネギの肉巻き弁当を作ります。長ネギの肉巻きを凍ったまま焼いて、ブロッコリーを洗って、人参は花形に抜きます。
庭で収穫したオクラを塩で板ずり。水で洗ってガをくるっと剥いてきれいにしたら、ちくわに詰めます。オクラが取れて嬉しい。半分に切って焼きます。卵に潰したはんぺんを加えて、白だしとみりんを少し混ぜます。100均の目玉焼きシートで焼こう。シェラカップのお湯に塩と白だしを少し入れて、ブロッコリーも茹でます。長ネギとオクラにしっかり火が通るように水を少し入れて蒸し焼きにします。コロコロ転がしながら焼いて、卵は両面焼きます。火が通ったものをどんどん取り出して、ちくわは梅昆布茶で味付け。ネギの肉巻きは塩コショウにしよう。できた。100均の動物ピックに刺します。よし、あとは詰めるだけ。前日に作ったさつまいものレモンに透明のカップに入れて詰めます。人参迷いすぎ。ご飯に黒ごまとゆかりをかけて完成。娘もいつか長ネギが好きになったらいいな。この日はエビフライ弁当です。作り置きのさつまいもに牛乳を少し加えてレンジで温めます。この日も人参、ブロッコリー、オクラ、お湯に塩を少し入れて茹でます。厚揚げはキッチンペーパーで油を拭き取り、食べやすい大きさに切ります。さつまいもは潰して砂糖とバターを混ぜておきます。ブロッコリーとオクラを取り出して、人参は白だしを加えてもう少し茹でます。厚揚げにマヨネーズとチーズ、人参を取り出したら卵焼き器を拭いておきます。ダイエットしたいけど、秋はさつまいもスイーツの季節だ。さつまいもを丸めて、卵を塗ったら、トースターで焼きます。オクラを3ミリくらいの小口切りにしておきます。卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜて、オクラの卵焼きにしよう。
多めの油で凍ったままのエビフライを揚げ焼きにします。いつものように卵焼きを巻いていきます。最後の一巻きで一度火を消してオクラを並べ、火をつけたら卵液を流し入れます。このかわいい卵焼きはショートでいろいろなバージョンを上げているので、興味のある方は見てみてね。わあ、おーっと、カメラにぶつかった。失礼しました。卵焼き、できました。よし。僕も美味しそうに揚がったね。トースター軍団も焼けた。さあ、冷めたら詰めよう。エビフライ。きっと娘が喜ぶぞ。ママゾウ、心の俳句。厚揚げは詰めやすい大きさに切りました。大葉と一味をかけて、ソースとケチャップ、パセリをかけて完成。娘もパパも美味しかったと喜んでいました。くるくる大葉肉巻き弁当を作ります。この日もブロッコリーと庭のオクラ、お湯に塩を少し入れて、小松菜も一緒にさっと茹でます。茎と葉は少し時間差。小松菜は冷水に取ります。フライパンを拭いたら、くるくる大葉を凍ったまま焼きます。人参とちくわを細く切り、はんぺんは花の型で抜きます。フライパンの空いているスペースで人参とちくわも炒めます。卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜて、上の方にオクラを乗せて卵を焼きます。毎日オクラが取れるので、お弁当にとても助かっています。毎朝のお弁当作りは、量はちょうどいいか、味付けは濃すぎないか、薄すぎないか、食べやすいかどうか、美味しいと喜んで食べてほしいと、あれこれ思いながら作るけど、きっと食べる方はそんなことは知らないですよね。人参は鶏ガラの素で味付けをしました。卵焼きができたらバターではんぺんを焼きます。くるくる大葉は油を拭き取り、酒、みりん、醤油を各大さじ1と砂糖小さじ2を加えます。はんぺんは醤油を少しかけました。照りよく煮詰めたら出来上がり。
小松菜は水気をしっかり絞って食べやすく切ります。小エビとマヨネーズ、レモン汁も少し混ぜました。人参にはいりごま。オクラが星の形みたいでかわいい。おかずが冷めたらどんどん詰めます。セリアで買っているこの透明カップ。目立たなくて本当に使いやすい。いりごまをかけて完成。美味しく食べてくれますように。前日の夜、鮭を冷蔵庫に移して解凍します。縦半分に切ったきゅうりを斜め薄切りにして、塩を少しまぶしておきます。人参も加えます。ブロッコリーは茎の部分も使います。周りの硬い部分を切り落として小さく切っておきます。ささみを2本、見えている筋を切り取り、加熱しやすいように小さく切って、砂糖と酒を小さじ1ずつ揉み込んだら、600ワットでまずは1分加熱。かき混ぜて、もう1分加熱します。味噌とみりんを少しずつ混ぜたら、細長く切った厚揚げに塗り、海苔を巻きます。ブロッコリーも600ワットで1分加熱。ホイルカップに大葉、卵、塩と白だし少々。ブロッコリーにはマヨネーズ、コーン、チーズを乗せて、トースターで焼きます。鮭は水気を捨てて、薄力粉をまぶしたら、焼いていきます。鮭を回し入れて、火が通ったら、バターを 10g 入れます。鮭にポン酢の味がしっかり染み込んでいるので、これで出来上がり。こっちも焼けました。袋の角を少し切って水気をぎゅーっと絞ります。ささみをほぐして加え、簡単酢、醤油、ごま油、いりごまを混ぜます。夏の暑さがやっと和らいできたので、お弁当にのせる保冷剤も小さいものにしました。皆様、夏のお弁当作りお疲れ様でした。これから秋の味覚が楽しみですね。暑くて進まなかったキッチンやお家の改造も頑張ろう。完成。次の動画は娘から菜馬連発、下味冷凍でお弁当作りの動画です。ご視聴ありがとうございます。またね。